ふん。なんでかぶするの？かぶはしないでよ。Il est bien.
いしょ。ありがとうございます。はい、さあ食べましょう。いただきます。食べましょう。美味しそう。あ、お腹すいた。お腹すいたね。たたたたた。はい。じゃあいただきます。はい、いただきます。はーい。これはね、うん、ポップスタイルだから飲むこともできます。あ、なるほど。そう、これは何のお吸い物ですか？それはネギとわかめのスープです。スタンダード。まあ普通のスープですから。本日はうん。ペスカタリアンを意識してまペした。スカタリアン？何それペスカタリアン？要はベジタリアンのうん。一歩手前のお魚だけでは食べる人。美味しい。うん。これはあれかな？うん。オイスターソースそうです。入ってますね。だからオイスターソースのみのものでしょ。ああ、なるほど。なるほどね。うん。トゥーさんの好きな味。うん。出る。なんか中華街とかでよく食べそうなんで。ああ、そうね、確かに。それを意識してみました。意識したんですね。はい。いやでもさ、うん。トゥーさんは今回本当にマミコに謝んなきゃいけないことがある。何？いや本当精米機素晴らしいね。いでやしょ本当全然違う。びほらっくりした。全然違う。でしょ。もうマミコおにぎり屋さん開いた方がいいよパリで。おにぎりめちゃくちゃ美味しい。多分おにぎり本当に。屋さんはみんな精米してるよ。やっぱそうだよね。全然違うんだなって思って。でしょ。うんだから私が言った通りだったでしょ。うん。そうなのよ。うんあれは優秀だよね。しかも精米そんな大変じゃないじゃん。うんすぐプッと終わんじゃん。うん。ちょっとまあちょっとうるさいけどね。ちょっとうるさいけどあの程度のうるささだったら、うんあれ毎日やって美味しいご飯食べてたら人生が 7% ぐらい幸せになりそうだよね。なんでそんな7%っていうかわかんない。7% ぐらい幸せになりそうだなって思うぐらいうん美味しかった。よく考えたらうちの実家だっていつも精米しているもん。うちもしてんのかな。わかんないな。いやしてない気がするな。してなさそう。なんか無洗米とか買ってるイメージある。私はそっちの方がする。だってそれで前いらした時も無洗米買ってきたじゃん確か。あ、そうだっけ。あ、でもまあそれはでもわかんない。こっちにもしかしたらしてるかもしれない。してますとか言ってまた連絡すぐ来るからこれ見た瞬間すぐ連絡来るから、してますけどって。でもほら私の友達がね精米しない人の意味がわからないって言ってたの。あ、わかるわかる。なんかわかった。やっとわかった。確かにもったいない。だって別に何のデメリットもないし、別に精米機ってあれいくらだったっけ？そんな高くなかった。1万円台だった気がするけど。確か。で、変圧器が7000円とか。まあ日本に住んでたら変圧器いらないしね。そうそうそう。1万円で人生が 7% 幸せになるんだよ。すごくない？あれはさ2号しかできないけど、普通になんかもっと大きい5号ぐらいまでできるやつもあるしね。スーさんお米には実はうるさいんだよ。それなのになんであんなに懐疑的だそうなんだけど、じゃあ昔だからあれ前にこの話かな、北海道に行った時に、北海道の米が美味しくて美味しくて、これ米だけで何杯でもいけると思って、もうすごい食べたんで、あまりにも美味しいから北海道からお米をわざわざ買って帰ったんだけど、それを東京で炊いたら美味しくなかったの。精米したてだった。違うそっちじゃない。だから多分水なんだよね。炊くお水がやっぱりいいから全然違うってことが分かって、ああじゃあやっぱりそういう水のいいとこで炊かなきゃ意味がないんだなって諦めてました。でもほらお米自体の美味しさだってあるから当然ながら。そう。しかもあれさ、なんだっけ、おからじゃなくてなんだっけ。ぬかね。ぬかも出てぬかも使えるんでしょ。すごい最高じゃん。何も悪いことないじゃん。それもさ、きっちり白米じゃなくて、今うちは胚芽米のちょっと手前にしてるわけ。だから真っ白なお米よりちゃんと胚芽がついてるから、健康にもいいわけ。俺がそれについて認めた後、マミコめっちゃ嬉しそうだったもんね。めっちゃ嬉しそうだった。だってさ、そりゃそうじゃん。つーさん味にうるさいんだからさ。いやあんまりあとはもうやっぱりお水、お水をこだわるしかない。まみちゃんもこれからは俺たち。どうすんの？エコパラダイスでしょ。エコパラダイスの。でもエコパのウォーターいいでしょ。
まあ視聴者の方に伝わるかわかんないけど、エコパラダイスっていう魔法の水が美味しくなるっていう商品があるので、でもさ本当にさ、すごい美味しいよね。どっち？とりあえず今無洗米じゃない米精米機をやったら、本当に美味しくなった、本当に美味しくなった。 1.3 割ぐらい美味しいよで人生は 7% 幸せになるんだ。すごいよ私たちは麺を食べながらご飯を。いや今回は本当に精米機の話を俺はしたくてすごい感動したから、もう今精米機を使ってなくて、本当にって思った人はぜひ買って、あと水にもこだわってほしいまあでも気に入ってもらえてよかったな。美味しいよ本当に、おにぎり屋さんやった方がいいよ。でもつーさんみたいによく味の違いがわからない人だとわからないかな。そんなつーさんもそんなに味の違いの分かる男として祭り上げられたら困っちゃうよでもつーさんわかるじゃん。だって分かるよ。アイスクリーム検証とかできるでしょ。そう、分かんない人が信じられなかった。だからやっぱ年始のさ一流芸人三流芸人、つーさんも出たらさ、分かるよつーさん飲めないのにワインの味は分かるからじゃあ今度それでやってみようよ。でもさあれってさ高いからって美味しいわけじゃないよねって俺は思うよ、正直、なんか味の奥行きがあるから高いわけじゃないし、でもなんかある意味同じもの飲んだことあるかどうかだよね。まあそうね、それはそう。それは当てられるかもしれないけど、いやーいいよまみちゃんすごいよ。麺はいまいちでしたか？いや麺も美味しいこれパスタなのこれって、全然パスタ感ないよね。だって郵送入ってるから。まみちゃんはすごい本当に美味しい。いつも思うけど、そう、幸せ者だよつーさんみんなに言われてるけどでもそのつーさんの幸せをみんなも感じたかったら、ぜひ精米機を買ってほしい精米機屋さんからお金はもらってないけど、すごいだって完全につーさん精米機否定派だったからね。そうね、はあとか言ってたもんね、そんなもんわざわざ日本から買って帰ってくる意味わかんねえって思ってたもん、ちょっとバカじゃないぐらいのことだよね。そうなんか狂ってんのかなと思ったけどとうとう狂ったかと思ったけど本当に美味しい。ひどい話だ。でも今回ほらいろいろ買いたかった小物とかを買ってきてないからさ、またつーさんが帰ってる時に買ってきてもらうやだもう決まったからね年末つーさんは年末帰国決定、1ヶ月半、すごいすごい1ヶ月半もうチケット買いました。私が取ってあげたんだけどね、取ってもらいました。ありがとうございます。私得意だからそういうの。すごい得意だよね。俺絶対あれ無理本当に全部の日にちをこうやって出して、マイルでね、いやそういいな。我が家はニューシステムにできるようになったからね。今回はマミコが撮影しています。なんとそのことについて何も触れてなかったけど、ちょっとつーさんが撮影しきれなくなってきたので、とうとうマミコが自分で撮影を、まだ編集はつーさんやってるけどね。本当かな。本当だよだからね年末も帰れるしね、もう別居もできるね。そうつーさんっていうことで別の人とか言われて手だけそうね似てる人、じゃあ今度手タレ募集しよう。そうであとアフレコでつーさん日本でそうだよとかね。そううわーとか言ってかわいいとかね。いいねとか言って。まあでも本当すごいねまみちゃん。いろんなことにチャレンジして2024年もいろいろチャレンジ。精米機も買い。精米機がねことのほかお気に入りでよかったわ。いやすごい気に入ったよ。本当みんな買うべきだと思う。本当に買うべきだと思うよ。でもただ精米機の話して終わっちゃった。まあつーさんの中でのビッグイベントだったからね。これは美味しい。はい。じゃあごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございました。